皆さん、明けましておめでとうございます。ぶらり鉄旅チャンネルです。成田山新勝寺の最寄り駅の一つ、京成成田駅にやってきました。京成といえば今は成田空港の空港輸送がメインですが、開業当初は新勝寺への参拝客輸送がメインだったことで知られています。令和10年には回帰線90年を迎えると駅にも書いてありますね。京成成田駅から新勝寺まではだいたい10分くらい歩けば着きます。ここは車ではなく電車で来た方がいいですね。奥の方に見えるのは JR 成田駅です。開業は JR の方が先です。開業した当時は成田鉄道という施設でしたが、ここが表参道です。他にも電車道という廃線跡の道路もありますが、まずは表参道から行った方がいいです。私は表参道の雰囲気が好きですね。歴史ある店が並ぶ感じが好きです。近くに成田空港があって飛行機もよく見えます。しばらく歩くと急に下り坂になります。上からは街並みを見下ろすことができます。成田山といえばうなぎですね。成田周辺ではもともと川魚やうなぎを食べる習慣があったそうです。その後、江戸でうなぎが食べられるようになってからここでもおもてなしとしてうなぎ料理を出すようになったそうです。うなぎの川豊さんはかなり有名なお店ですね。時間があればうなぎを食べていこうかと思ったのですが、これは無理ですね。まあ、この時期にフラッと食べられると思ってる方が間違いな気もしますが。ここが成田山の総門です。2008年に完成した後、大勢の参拝客を迎え入れています。奥に見えている門は仁王門で、提灯には魚河岸と書いてあります。この門ができたのは1831年のことで、当時日本橋にあった魚河岸、今の豊洲市場のようなものを指しますが、そこがここに奉納したもののようです。この小さな池には、中央に亀の形をした岩があって、ここにお金を投げるとご利益があるという言い伝えがあるようです。確かにすごい量のお金がありますね。ここに寄付した方たちが建てる石碑がありますね。金300円とか、手すりとか様々あるようです。それにしても休日のお昼時なだけあってかなり混雑しています。もう1月の中旬くらいですが、まだまだ人はたくさんいます。初詣というものは割と新しい習慣のようで、それは初詣のアクセスとして鉄道が発展したからというのが大きいようです。京急とか京成とか、参拝客輸送を目的とした鉄道会社もたくさんあります。中は撮影禁止でしたが、外におみくじがありました。いやーこれはやるしかないですよね。末吉でしたね。全部で7段階あるうちの下から3番目だそうです。自分のものがありながら、思うように役に立たない。そればかりか、半分も失ってしまいそうである。何はともあれ、それを防がなければならない。火災の心配もあるようでちょっと恐ろしいですね。でも最後に神仏に幸福を祈って安心ができるとも書いてあってちょっと安心。病気は長引く。旅行は見合わせること。だそうですね。こんなチャンネルですがちょっとどうしましょうか。これは持ち帰って、願いを叶った後にお納めに来るのが正しいと書いてありました。成田という場所なだけあって英語や中国語、韓国語でも書いてあります。せっかくなので少し周りも見てみようと思います。右手には30の塔があります。なんと300年以上も前に建てられたもののようですが今でも残っています。国指定の重要文化財です。もうちょっと奥に行ったところには聖徳太子堂があります。聖徳太子の理念に基づいて建てられたようです。聖徳太子はたくさんのお寺を作ったことはよく知られていて、その影響もあってか多くのお寺に聖徳太子堂があるようです。
帰りの電車もあるので明るいうちにさっと帰ろうと思います。やはりこの坂の景色が一番いいですね。うなぎのとてもいい香りがしてきます。うなぎはちょっと食べられそうにないですが、何かせっかくなので買っていきたいですね。帰りの道中で猿回しをやってました。昔東京タワーで見たようなものを見た以来です。改めて見るとすごいですよね。ただ、見ての通り彼は上手ですからね。もうそんな普通のお猿さんとは違います。もうめちゃめちゃすごい特別な子なんですよ。彼、普通の子たちが3ヶ月かけて一生懸命頑張ってるところをなんとですよ、1年かけてます。びっくりでしょう。竹は乗って歩くだけでもすごいお猿だわ。さあ、竹馬跳躍芸ご覧いただきましょう。ここからは数を増やして一気に難しくします。さあ、3つ連続跳びでございますね。3つ連続。数が増えれば増えるほど難しい。頼むよ、遠く。3つ連続。せーの。ほい、よいしょ。いいね。素晴らしい、素晴らしい。はいはい。休憩です。それじゃこのまま行きましょうかね。もう彼が挑戦する1つ目の大技、ちょっと早いですけど頑張りたいと思います。もうせっかく皆さんこうやってわざわざ足止めてもらってますからね。足はシミはなしでいきますよ。彼が挑戦する1つ目の大技、なんとこちらでございます。これでございますね。もう2足ここは当たり前ですね。皆さん当たってないかどうかをよく見ておいてください。いくよ、竹馬跳躍芸、高さ2段、タオくん頑張って。お、すごいすごい。よし、決まった時はかっこよく、よいしょ。はい、できました。バッチリでございます。いい感じ。いやー、思ったよりすごい芸で感動しました。帰りは、金時の甘太郎焼き、というお店で甘太郎焼きを買ってみました。有名店で、行列する時もあります。実際にこの日も並んでいました。外側はカリッとしていて、中は甘さ控えめのあんこがたくさん詰まっています。今回は普通のあんこを買ったのですが、白あんも食べてみたいですね。ということで京成成田駅まで戻ってきました。今日は1月しか走らない成田山海運号という特急に乗って帰ります。今日これから乗る電車は、13時55分発のシティライナー232号、成田山海運号です。この電車は臨時列車で、基本的には1月の土休日のみの運行。京成成田駅を発車する特急は基本的に3番線からで、自動改札を抜けた先のホームに上がる階段で特急券の確認を行っていました。前面の歌舞伎の熊取のラッピングが印象的です。なんでこのような装飾がされているのかというと、初代の市川團十郎が子宝に恵まれず、そこで成田山に行ってお願いをしたところ、それが叶って子供ができたとのことで、そのお礼に成田山の不動明王を演じるようになったそうです。今でも市川家と成田山新勝寺の関係は深く、関係した行事が開催されています。車内に入ってみると、かなりガラガラで一つの号車に数人しか乗っていませんでした。空港特急の車両をそのまま使っているので荷物置き場も充実しています。大きなディスプレイもついていてここで案内が行われています。臨時列車ですが停車駅案内もされていました。成田空港が開港して以来、空港輸送の特急は赤色の経路、いわゆる京成本線経由で運行されていました。スカイライナーという名前でしたが、当時は AE100 型という車両で、線形も悪いため最高時速は 110km にとどまっていました。2010年には青色の経路、成田スカイアクセス線が開業しまして、都心から空港までの特急はすべてスカイアクセス線で運行することになりました。最高時速は 160km、車両も現行車両に置き換えられてかなり速達性が向上しました。ですが、本線にも特急の需要があるということでこちらにも特急が残されることになり、シティライナーと命名されたのでした。しかし、料金不要の列車との時間差が縮まっていき、このシティライナーは2015年に定期列車としての運行を終えることになりました。
当時の価格でも成田から上野まで、特急券で1000円近くしたと思うので、この乗車率を見る限りやはり高すぎたのが原因かなと思います。普通列車の運賃はだいぶ安い方だと思うんですがね。上野から成田まで860円で行くことができます。じゃあ今乗ってるシティライナーは何なのかと言いますと、これは1月の土休日にのみ運行する臨時のシティライナーになっています。今回成田に行ったのも、これに乗りたかったからというのが多少あります。ちなみに今は相互車両基地を通過中です。京成の車両は全てがここに所属している大きな車両基地です。最新鋭の京成3200型もいました。京成の主要駅の一つ、京成津田沼駅も通過します。なんとびっくり、外側の線路に入っていきますね。なんとこの列車、臨時列車なのにちゃんと先行列車を追い抜くんですね。1月限定の運行なのに、退避するようになっているとは驚きです。もともと長時間停車するダイヤが組まれているんですかね。まもなく最初の停車駅の京成船橋です。この駅では特急券の確認でしょうか、扉が1箇所しか開かないようになっています。船橋といえばこの大カーブですね。後ろ寄りの車両に乗るとこういった景色が見れるのでおすすめです。ちなみに京成船橋駅は、モーニングライナーとイブニングライナーの停車駅でもあります。この2つはシティライナーの運行終了後にできた特急で、朝夕のラッシュ時間帯に運行されています。特急料金は上野から成田まで600円と、こちらはかなり良心的なんですよね。上野から船橋なら450円。もうちょっとシティライナーも値下げしたら賑わいそうなんですけどね。今は京成高砂駅を通過中です。ここで成田スカイアクセス線と合流して、スカイライナーと同じ線路を走ります。次の駅は青戸駅です。青戸を出てビルが増えてきました。下は日暮里駅から分岐した常磐線の線路です。次の停車駅は日暮里駅です。JR との乗り換えは京成上野より日暮里駅が便利ですね。乗り換え需要は日暮里駅の方が大きいように感じます。日暮里駅を出ると、次は終点の京成上野駅です。大胆に JR の線路をまたいですぐに地下に潜ります。地図で見ると、国立博物館側から上野公園の地下を横切って駅に着くというなかなか面白い走り方をしています。この辺りは廃駅も多く、博物館動物園駅は有名ですが、他にも寛永寺坂駅や道館山通り駅というのも存在していました。特に博物館動物園駅なんかは、今なら利用客数も多そうですがどうでしょうね。さて列車は地下に潜っていきます。終点の京成上野駅に到着しました。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。